アンド西アワー。はい、皆さんこんばんは。アイアンド西アワーのお時間でございます、はい、では恒例の今日も一日お疲れ様でした。はい、今日はねお話としましてはね、私が以前ね、北海道旅行してきたそのお話をね、私ね時々なんですけれども、なんか達成感を感じたくなる時がありましてね、なんか例えばね、京都に私ね行ってた時なんかは、はいはい、京都住んでたんですよ。京都住んでたんですよ、なんかねもうバックパッカーみたいな格好してちょっと歩いてどっか遠出をしてみたいなということで、鳥取砂丘までね、歩こうとかね決意しましてね。京都から鳥取まで。そう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 。だから距離は200キロぐらいかなぐらいあるんですけれども、それを1週間か2週間のね工程で考えてやったことがあります。達成しませんでしたよ。1日目で挫折しました。でもそれでも30キロ歩きましたからね。そうですか、すごいですね。しかも10キロ以上のバッグを背負ってね、国道をね、車にボン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 追い抜かれながら、排ガスにもうムームーとなられながらね、その話とは違いまして、今回北海道ということなんですけれども、なんで北海道かっていうと、またこれも達成感なんですよね。例えば北海道を自転車で横断したら気持ちいいだろうな、なるほど、達成感もすごいだろうなとか思いましてね、もう思いつきでよし行こうということでね、大型のちょっと休みを取りましてね、フェリーにね乗って優雅に北海道まで行ったんですよ。西って割と直感的に動く人なんですよね。パンと思いついて何かの拍子に、ですぐ行動したがりますよね。私もですね、横に一緒にいてですね、時々それに振り回されることがあります。そうなんですよ、振り回すんですよね。そうですね、はいはい。困った性分なんですけれどもね、以前にも北海道旅行した時にも新日本海フェリーを使わせてもらいまして、その時は原チャリの旅でした。原チャリ積んでフェリーね。今回は自転車なんで、現地調査しようかなと思いましてね、もう単身一人だけフェリーに乗っていきました。時間かけてさあ北海道着きましたよと。で、電車でちょっと揺られて札幌駅、そこに宿泊先をもう決めてましたんでね、札幌に1泊で、翌日自転車買いましてね、さあ行くぞってなもんでね、旭川、これね札幌から旭川って何キロあると思います？そんなにないでしょ。でも何キロ？ちなみにわかんない。でもキロ数で言われると、どれぐらい？だから北海道がこうざっくりこうひし形のこう地形があるとしたらね、札幌って言ったのはここら辺かな。そう、旭川言うとこの辺でしょ。でしょ。そうでしょ。このなんかそんな距離ないなと思うでしょ。すぐそこやなって思っちゃいますよね。140キロ。さすがやな。やっぱりね、地図で見るとそんなじゃないけど、いやでも場所は北海道やしなみたいな。やっぱり北海道はでっかいのってね、こんなこと言う人ね今時いないとは思いますけどね、やっぱり広いんですよね。自転車3万円で購入しましてね、安くもないし高くもないっていう、そのぐらいのねツーリングに適したような、自転車買いまして、旭川まで行くぞってなもんでね、最初は意気揚々ですよ。もうその前回の北海道の旅行のね思い出がすっごくいい思い出だったんでね、原チャリで行った道なんかもね、そうだそうだ、10年前にここ来たわみたいなね、友達は自転車でこっちは原チャリでなんか追い抜いたり追い越したり、なんかそんなことをしてたなとかね、いろんな思い出に浸りながら、久しぶりの北海道だってなもんでね、キコキコキコ自転車ね漕いでスーッと行っとったわけですよ。そうこうしてるうちにね50キロぐらいかな、走ることできましたんですけどね、もうヘトヘトですわ。ヘトヘト。50キロでもね、しんどいと、まだなんだ90キロあるのかっていう感じ。そうですね。だって札幌から旭川でしょ。そうです。距離で言ってるんでしょ。しかもねこの時ね、8月には行ったんですけど、北海道にしてはめちゃくちゃ暑かったんですよ。30度超え、32、3度まで行ってるのかな、バーッと照りつけるような太陽で肌がヒリヒリするような感覚。それでずーっと走ってましたら、もう汗もダラダラかきますしね、休憩しもうって言ってたんですけれどもね、それでもね札幌から旭川っていうのはね140キロあります、ありますけれども、ほぼ平坦なんです。だからまだ本当の苦労ではなかったんですよね。
140キロ何時間かかったのかなちょっと覚えてないんですけども、まあ走破しました。もう腰も膝ももうバキバキにね、疲れたってなもんで、もうすぐにホテルにもう泊まりましてすぐカーって寝るもんですわね。さあ2日目、そうだなぁと、層雲峡に向かって走ろうかってなもんで、はいはいはい、そうかね、さあ旭川から山の方に行った、うん、ほらもうねずーっと登り道ですわ。そっから先はね、もうヒーハーヒーハーヒーハー言いながらね、10キロも走ったらはぁはぁと休憩してるような状態、汗はだらだら、車もうね国道走ってますんでね、ふわんとね排ガスがだんだんと私の顔黒くしていくわけですよね。ほんでもうそのうちになんか小バエがたかってきましてねうわうるさいなと思って、もうこんな小バエからもう逃げてやろうってまた走るでしょ。走ってまた休憩しようって休憩するでしょ。ほなまた小バエがたかるんです。これね何回ももう休憩するたんびに小バエがたかるんですよ。これなんだろうなと思ったら、おそらくですよ、なんか服にこうピタッとついてたんじゃないかと思うんですよ、走行中は。後ろに積んである荷物にね、もともと小バエがね、小バエがもうピッと張り付いてて、で休憩のたんびにほわんほわんほわんと飛び回ってね。そうもうね嫌だなと思う。くそー北海道憎くなってきたなってなもんで、この北海道の雄大さ広大さっていうのがすごく恨めしく感じるようにねなってしまったっていう感じなんですよ。でそうこうしてるうちにねトンネルなんかがありますけれども、トンネル自転車通れないんですよ。そうなんですよ。じゃあどうしたっていうことなんですけどもね、迂回路があるんですよ。トンネルの上をこうぐーっとね峠道みたいになってるんですけど、それをね行ってトンネルをやり過ごすっていう道を通らなければならない。そこには結構ね岩とかゴロゴロっと転がってるアスファルトで舗装してる道路なんですけども、ここ車とかあんまり人も通ってないような未舗装に近いような、でここで私思ったんです、あれ北海道ってクマいるじゃんと思って、未舗装でほとんど人が通ってない道を単身自転車でチラオチラってやってると、本州ではツキノワグマですよ。ちっちゃいツキノワグマじゃないですか。襲ってきたってそんなにはねあれですけど、北海道はヒグマですから襲われたらもうひとたまりもないでしょ。そうですよね。うわーっと思って、その時にね気がついた。いやこれ絶対クマは近くでいる可能性は高い。可能性はあると。これ困ったぞと。でその道が延々続くんですよ。私どうしたかって言ったら、クマ防止のためにクマ鈴って人間つけるじゃないですか。そんなもの持ってないんで、私はもうね一人でっかい声で「ある日森の中クマさんに出会った」ってもう声をねいい声で歌ってます。バリバリ張り上げてね「あさ曇りの道クマさんに出会ったいや出会いたくない」ってねその歌をずーっとね歌ってたの？歌いながらもう走行しないともうだってうわっと襲いかかってこられたらたまったもんじゃない。熊よけの鈴の代わりにね、森の熊さんを歌うと。そうなんです。ある日言ってるもんでね。でその道を抜けましてやっとはーと思ったんですけど、まだまだ全然草雲峡までは先が長いですから、自転車でね旅してる人ってね結構やっぱり日々ねそう自転車に慣れてる人で、もう鍛えてる人ね、トレーニングしてる人ね、もうほらもうウェットスーツみたいな感じのピタッとしたスーツガチ装備してね、でメットもかぶってね、でグラサンしてねシャーってなもんで速いじゃないですか。もうそんな3万円のチャリンコのわけがないね、乗ってるのね。で私なんか大した上り道でもないのにってやってるわけですよ。ほんならもう通過していくツーリングの人らもうこうやって後ろ振り向いてあの人大丈夫かな、ママチャリやろうみたいな。ママチャリやろういやほんまねもうその時にねやっぱりね思いつきで行動しちゃダメだなと。思ったんですかその時。その時は思ってましたよ。そうですか。でも今でもしますよね、思いつきで行動ね。ちょっと舐めてたな北海道ってなことでね、まあ本当に辛い思いしました。もうそうこうしてるうちにですね、もう目的地までたどり着けずに、日もちょっとずつかけてきたんですよ。もう野宿するわけにもいかないんでね。ホテル取ってたんですか？取ってないです。取ってないんですか？まあね、小さな村があったんです。ペンションがあるなっていう情報はどっかで聞いてたんで、そこに向かったんですよ。
ああ泊まれるなと思ったら張り紙がしてます。休業日ですと。何日から何日まで夏季休業を取っています。何かご連絡されたい方はこちらまでって携帯が書いてあったんで、もう急いで携帯して「あ、すいませんお宅のペンションの前にいてるんですけど今お休みですよね。私ホテルも何も予約してないものでちょっとねもう困ってるんですけれども」っていうダメ元でちょっとねお電話したら。北海道の人優しいですよ。ああそうですか。それかわいそうやね。今から行くわ。来てくれたの。で私の状態ぐるぐるになってね、で腰も痛いもうボロボロの状態。ちょっと大変だね言って「泊まりなさい」言って。あそう。急遽10組ぐらい泊まれるペンションに私だけ一人泊まる。真っ白いシーツにね露天風呂も私のために炊いてくれて、でお食事が出てきました。それもそんなんね段取りなんかもともとしてなかったんですよ。そうですよね。有り合わせのものでねごめんねってちょっともう妻に言って作らしたからってほんもうすっごい豪華な料理それをバーン出しててこれで我慢してねって「いやとんでもないです」いうことで本当にその時はねもう命拾いしたんですよ。そうじゃなかったらそんな小さなね村外れのところでね野宿です。野宿ですよね。こんなも北狐にコンコンされますしね熊にガワーってやられますしねどんな危険が潜んでるか分かりませんからね。翌朝そのマスターが来てくださってね「本当助かりました」って言って「お宅大変ね」っつって「自転車でどっから来たの？札幌から」「ああ札幌からだったら遠いよね」言って「なんかこういうなんか趣味でサイクリングとかしてるの？」って「いやしてないです」と「思いつきで北海道来ましてちょっと横断したら楽しいかなってなもんで」って言って「ああそれダメだよ」って「北海道舐めちゃダメだよ」って言われてでね「どこ行きたいの？」って言うから「騒音峡とか網走ですよね」って言ったら「騒音峡をやめなさい」と。そんな状態で絶対行きません。今まで上り坂、あんなの倍とかするぐらいの急峻なその坂道になりますからやめてくださいって言われまして、それよりも網走に向かうんでしたらこの道とこの道通ってきなさい。これだったら比較的平坦だから大丈夫ですよってなもんでね、道案内までしていただいて「でありがとうございました」って言ってもうそのペンション出てでキコ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 ね頑張ってなんとか網走まで着きました。行けたんですね。行けました。だから2泊3日の工程で、一応網走にまで着きましたって感じ。でも着いて早々私もう帰りたいと思い網走刑務所なんていうのもありますでしょ。観光名所いっぱいあるんですけどもう帰りたいと思いましたね。帰ろうと思ってもうどうしよう自転車ちょっと大和さんに運んでもらおうかな自宅までって思ってで単身電車で帰ってでフェリーで帰ろうってな計画を思いついてね大和さん言ったんですよ配達所にね「ちょっと待ってください高いですよ」って言って「はい出ました1万7,000円です」って言って「ええ!」って言って「えそんなにするんですかこの自転車が」はい1万7,000円ぐらいします」「ああそうですかじゃあもう結構です」言ってどうしようかなと思って思いついたのがもう自転車いいわともうそんな自転車でまた札幌まで帰ってられないですからねこれ無理だということで自転車屋さんに行きましてこれちょっと新品なんですと2日前に買ったばっかりなんですでちょっと200キロ以上走っただけなんですこれちょっと買ってくださいって言ったら3万3,000円しましたって言ってねだからでもね1回乗ってるんだよね出せて1万だねでも1万円宅急便のね送った場合は1万7,000円ぐらいするの逆に1万円が戻ってくると考えていいかっていうところでねいやそうですよ売ってでもバキバキの体を引きずりながら網走の駅まで行きましてそこで特急で一気に帰ったでフェリーにももちろん乗りましたけれどもフェリーのもう窓からもう見渡す大海原を見ながら来るんじゃなかったっていう、達成感はなかったと何の達成感もない体壊しましたで膝が特に壊れましたんでね、その時37歳だったんですよもっと考えろって話ですよね37歳にもなって思いつきで行動して膝を痛める、でこの膝はねもうね私もうずっと今も走ったりしたらね痛くなるようになっちゃってるんで、もうウォーキングぐらいまでです。でも山登りはできるよね。山登りはできる。だけど走ったりすると体重の3倍なんかこう負荷がグッと膝の方にかかるっていうんですぐに痛くなるようなもうねちょっと故障した膝になっちゃったのでマラソンとかそういうことはできません。37歳で
北海道単身ね10万円以上のお金をかけて体を壊しに行った、膝を壊しに行ったとそんな旅行でございましたというお話でした、皆さんあまりね思いつきでは行動なさらないように、した方がいいと思いますよ。お気をつけくださいませ。まあ思いつく内容にもよりますけどね、ちょっとあんまり大それたことはね、そうです、ちょっとよく考えられた方がいいかもしれないですねテンションの低い回でしたね。はい、そうですね、というわけでまた明日も聞きに来てください。愛でした。西でした。アイ&西でした。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。メインチャンネルアイ&ニッシーデュエットもご覧いただけますととても嬉しいです。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。おやすみなさい。